今回は VBA での Chrome 操作編の実践編の2回目になります。1回目実践編で ID などでクリックしたり、インプットボックスに文字を送るなどをやったんですけれども、まず最初の準備のこの3つは省いて、最終的にデータテーブルを並び替えながら取得していくところまで今回は実践していきます。ここのセレニューベーシックのインストールだったり、Chrome ドライバーの更新、最初の参照設定、こういった部分は最初の準備編で紹介してますので、わからない方はそちらをまず見ていただいて、こういった参照設定だったり最初の準備を、行ってから見ていただければと思います。ざっくりなんですけれども、最初に、Chrome くん、名前は何でもいいんですけれども、Chrome くんは Selenium の Chrome ドライバー、まず Google Chrome ドライバーを使う準備ですね。これで Chrome くんで Chrome を起動します。この辺は1回目2回目で説明してるんでざっくり説明しながら、最後終了 Chrome くんの Chrome くんの参照を終了させるという流れになりますんで、この中で一つずつコードを書いていきます。最初に準備をして、起動をして、ここまで1個ずつ進めましょうか。こういった Chrome が起動されてで、終了するとですね。この中でコードを書いていきます。最初に指定した URL に行きたいので、Chrome くんの get ですね。get に、ここに書いてあるんですけれども、URL、as string、URL をまず指定してあげます。今回こちらのページを使いますんで、この URL をここにセットしてあげて、ここまで実行すると、この指定したページまで接続できています。あとはこのページに行って、そこからデータを取得するっていうのは目的だと思いますんで、一つずつ見ていきましょう。最初に、上から順番に行っていきます。こういった開いて選択できるものですね。これから取得していきます。右クリックをして検証を押すか、コントロールシフト I でこちらの開発者ツールを開いて中の要素を見ていきます。この矢印を押して、ここはこういった要素ですね。ID はオプションでこういった形で選択できる。で、セレクティッドで最初は選択肢さんが選択されているという形になります。1個前の動画でやったんですけれども、まずは ID で選択します。どのようにするかというと、Chrome くんの Find Element by ID。この Chrome の Find Element 要素を ID でまず検索します。ID は、ここはオプションでしたね。オプションですんで、オプションの、これで、ここまで、ここを指定するところまで行ってますんで、この後に As Select。これで選択をしていきます。As Select でどのように選択するかというと、そのままなんですけれども、Select by テキストですね。このテキストを指定してまずは選択します。選択肢5を選択してみましょう。テキストは選択肢5を選択してくださいよとして、ここまでで実行してみると、そのページを開いて、選択肢5が選択されています。次が、こういった形でここは選択できるんですけれども、次はこっちですね。これも最初の ID はセレクトなんで、こうセレクトにして、今回こっちはバリューがあるんで、バリューで選択してみましょう。さっきはテキストでしたね。オプションバリューの。今回2を選択しようとすると、ID で選択し、バリューで選択する。セレクトの As Select。何で選択しますか？セレクト by バリュー。今回は2を選択してくださいよとして、これで実行すると、このように、バリューが2の、こちらですね。こちらが選択することができています。これでバリューだったり、テキストで選択できるようになりましたので、次が、こういったリストですね。こちらも要素を見てみると、マルチプルがついているので、複数選択が可能になってます。1個ずつ選択すればいいんですけれども、ID で選択し、今回はリストを選択。Chrome くんの Find Element by ID。ID は何でしたか？ここですね。リスト用だったので、リスト用の As Select、Select by、バリューで選択してみましょう。バリューは、サンプル1、サンプル2とあるので、今回4つ目を選択しようとすれば、これでサンプル4で実行してみると、このようにリストの4が選択できています。先ほど説明したように複数選択可能なんで、複数選択はどのようにするかというと、そんないろんな書き方あるんですけども、ただ順番に選択してあげれば、このように複数の選択ができています。上から順番に来て、で、次が、こういったところに ID を入力して、パスワードを入力して、ログインボタンを押す方法になります。まず、ここに入れなきゃいけないので、ここの ID、ID は ID になってるんで、そこをまず指定して、Chrome くんの Find Element by ID は、ID になってたので、そこに、センドキーズで送ってあげます。ID はこっち。これで実行すると、
ここの箇所に入力ができています。で、次はこちらに入れたいんですけれども、こちらの要素を見ると、ID がないんで、今回はクラス名で指定します。Chrome 君の find element で、こちらの複数形ですね。elements by class クラス名となってるんで、これでクラス名というクラスのものを取得してくれるんですけれども、複数なんで何個目と、ここにインデックスと書いてるんですけれども、何個目の要素ですかという形で指定するんで、今回は、ここで Ctrl+F を押せば調べられますんで、find by string クラス名。このクラス名は、2個ありますね。1個目がここ、2個目がここなんで、クラス名の2で指定して、そこに send keys で送ってあげるという形になります。これで実行すると、何も送ってなかったですね。ここに、クラスで指定したよと、書いて送ってあげると、このようにここの箇所に入れることができています。これは別の場所に同じクラスとかが入ると、こうやって3だったり4だったり変わってくるので、そこは注意が必要です。これで入力が ID とパスワードの入力ができたので、そのままログインボタンを押します。ログインボタンも ID がついてるんで、そのまま押せばいいんですけれども、ID がついてないことも多いんで、こちらはセレクターで右クリックしてコピーのセレクターで、こちらで指定します。Chrome 君の find element by CSS ですね。それをドットクリックで指定してあげると、ここまでで2で、ここまで ID とパスワードが入って、CSS がこちらのものがクリックされて、ページが移動されてます。こういった形で ID パスワードを入れて、ログインボタンをクリックするというところまでできました。で、次がこういったリンクのあるテキストをクリックしたい場合ですね。じゃあ、ちょっと一旦こちらは消去して、リンクテキストを中のテキストでクリックする。どうやるかというと、Chrome 君の find element by link text。そのままですね。で、このようにリンクテキストの場所のこのテキストを指定してあげれば、ここのテキスト名でクリックすることができます。実行すると、クリックして、別のページに先ほどのここをクリックして、このように移動することができています。これリンクテキストなんで、例えば、どこにしようかな。リンクテキストじゃないところ。これ、ログインってあるんですけれども、これはテキストだから押せるかなと思って設定して、実行してみると、押せてないですね。このように、ノーサッチエレメントエラー。そんな要素はありませんよっていう、エラーが出ます。ですね、これはリンクテキストに使えるだけになりますんで、そこはご注意ください。こういった形でだいぶ前置きが長くなったんですけど、最終的にはこういったウェブページから、データを取得することがメインだと思うんで、このテーブルデータを今回は、取得する方法を紹介します。まずここを指定します。テーブルデータですね。ですんで、Chrome 君の find。ただ、テーブルも複数あれば、elements by タグになりますんで、今回はこちらで複数形で実行します。テーブルですね。このタグで、ここを指定します。で、テーブルは何個目ですか？1個目ですね。1個目のテーブルの、そしてその中の、テーブルの中の、th。ここを順番に取っていきます。この4つですね。これを取得するんですけれども、テーブルの中の find element。こっちも複数形ですね。find elements by tag th。そして、それの1個目のテキストとしてあげれば、これで1回出力すると、日付と、ここですね。th の1個目が取得できています。これを順番にセルに入れてあげればいいだけですので、アクティブセルの値は、これのテキストですよというのを順番に入れてあげればいいんですけれども、これを何個も、これで th2 個目、3個目、4個目と。で、アクティブセルからオフセット、1個下にずらして、そこの値に入れるという形でやってると、だいぶ手間ですんで、ここは、for each ステートメントを使用して、for each 変数 in 変数に、この Chrome 君のテーブルの1個目の by タグが th のものを順番にセットします。そして、アクティブセルの値に変数ドットテキストを入れます。そして、入れたら1個、1列横にずらします。今のセルを基準に0行1列横をセレクトしてくださいよと、してあげれば、これで実行すると、今のアクティブセルは、ここを一旦選択しておいて、実行すると、このように
1個ずつ横に順番にずらしながら入れることができています。この Chrome 操作の紹介の方に重きを置いてるんで、Chrome 君の Find Element Elements by Tag のテーブルの1個目の Find Element Tag の次 TD、こちらの下のデータを取っていくんですけれども、こちらですね。TD のドットカウントで、これでテーブルの1個目に TD のタグは何個ありますかと出すことができるんで、これを使って for、カウンタ変数を使って要素がある分、繰り返してくださいよという使い方もできます。これで実行すると1から TD がある分まで繰り返してくれるんで、Chrome 君の Find by Tag テーブルは1個目ですね。1個目の Find Elements by Tag TD のカッコ1個目ですのでカウンタとして、それのテキスト、これをただアクティブセルに入れてあげると。カウンタは1から TD がある分だけ順番に増えていくので、これで、アクティブセルとせずに、そのままセルズでもいいんですけど、セルズ、こっちのシートでやりましょうか。これだったらセルズ1の1になるので、セルズ1の、カウンタとの値としてあげれば、最初カウンタは1から始まりますよね。で、1の1セル。ここに TD の1個目が入ります。そして、ちょっと見えづらいんで改行します。そして次がカウンタが2になりますよね。じゃあ1の2。セルズの1行目、2列目にテーブルの1個目の TD の2個目のテキストが入ります。という形で順番に入れていくことができますので、これだけで実行すると、このように1個ずつずらしながら TD の中身が取得することができています。この形だと実際のデータと同じように扱えないんで、これがこういった形ですね。にしたい場合は、1回1から書くんですけれども、dim、カウンター用変数をまず用意して、で、最初にカウンターを1としておいて、テーブルデータを取得していきます。for each ステートメントを使用して、変数に Chrome 君の find elements テーブルタグの1個目の TD を、全部この変数にセットしていきます。アクティブセルの値は変数のドットテキスト。これでアクティブセルに TD のまず1個目が入ります。で、2個目が入りますと、順番に繰り返されるので、同じところに入っても仕方ないので、オフセットで1列ずつずらしていきます。0行1列、横を選択していけば横に入っていきますね。そして、カウンタ君を1増やしていって、5になった場合、if カウンタ君が5になったら、カウンタ君を1に戻して、アクティブセルを5の場合はここですね。ここですんで、1個下にしてあげて、1、2、3、4。1行下の4列左のセルを選択すればいいので、1のマイナス4をアクティブセルにしてあげればいいので、これだけですね。これで1回消して実行すると、NEXT に対するfor、エンド if が抜けてましたね。これで実行すると、ウェブサイトを開いて、順番にこのようにこのテーブルデータを取得することができています。5列目までいったらこっちに戻して、といった形ですね。今回はだいぶざっくりなんですけれども、Chrome 操作のテーブルデータを並び替えながら取得する方法と、こういったものを選択したり、リストを選択したり、ボタンをクリックしたり、リンクテキストをクリックしたり、ちょっとまとまった動画にはならなかったんですけれども、簡単に説明させていただきました。よかったら試していただければと思います。いつもありがとうございます。